皆さんこんにちは。ジャパニーズポッキャス with 花へお越しくださりありがとうございます。このポッドキャストは日本語を勉強中の方へ向けたポッドキャストで、日本の文化やニュース、また私の個人的な体験だったり経験など、様々なことを日本語でお送りしています。この動画のトランスクリプトが欲しい方、またはこのポッドキャストをこれからも聞きたいから応援したいと思ってくださる方がいましたら、ぜひメンバーシップへの参加お願いいたします。毎月ワークシートを配布していたり、追加のメンバーシップ限定のコンテンツなどもあるので、興味がある方はぜひ参加お願いいたします。そしてすでに参加してくださった方々、本当にありがとうございます。皆様のおかげでこうやってポッドキャストを続けていくことができるので、大きな支えになっています。ありがとうございます。皆さんいかがお過ごしでしょうか？日本ではね、やっぱり今は桜のニュースがたくさんあります。桜のニュースをよく聞きます。皆さんの住んでいるところに桜ってありますか？日本はね、やっぱり春といえば桜っていうイメージがあって、私の住んでいる町でももう桜が咲き始めたかなと思います。私はまだお花見したり見に行ったりなどはしていないんですが、桜がね、咲いてきてだんだん春を感じてきました。では、今回はですね、日本で物をなくしたら本当に見つかるのというテーマでやっていこうかなと思います。なぜこれをポッドキャストにしようかなって思ったかなんですが、私の外国人の日本以外に住んでいる友達が日本に遊びに来たことがありました。で、その時にちょっと物をなくしてしまったっていうことが何回かあったんですね。で、その時私は一緒に遊んだりしているわけではなかったので、物なくしちゃったんやけどどうしたらいいみたいな、何かできることあるかなっていうことで連絡が来たことがあって、で、それで私はそのなくした場所に、じゃあ電話してみるねとか、行けるなら警察に行ってみてとか、そういうことを言ったことがありました。で、私個人的には物をめちゃくちゃなくします。もう何もいいことでも、このポッドキャストで話した方がいいことでも何でもないんですけど、私はね、物を本当によくなくしてしまいます。その本当に物をなくさなくても、例えば毎日のように、あれスマホどこ置いたっけとか、あれエアポッツどこ置いたっけあれあれみたいな感じで、物を探す時間っていうのがね、多分、1日の中ではなくても1ヶ月とか1年単位で見ると、なくしたものを探す時間って多分結構あるんだろうなって思います。で、日本に住んでいて、日本語も話せるし、日本のルールも分かっているってなると、なくしたら、ああ、またやってしまった。じゃあ、どっかに電話かけて確認して、なかったら警察行ってみたいな感じで、こうやることが分かっているので、で、私はもう物をなくすっていう経験を何回もしたので、特に焦ったりはしないし、強いて言うなら、スマホをなくしたらスマホがないと生きていけないので、ああ、スマホ買うお金が、大きい無駄な出費が、みたいな感じで、ちょっとウッとなる瞬間はあるかもしれないんですけど、そこまでね、めちゃくちゃ焦ったりどうしようっていう感情にはならないです。でも例えば皆さんが、日本に住んでいて、外国っていうね、皆さんにとったら外国の日本に住んでいて、または日本に旅行に来ていて、その時に物をなくしたら結構焦ってしまうなって思います。で、それがなんか、すごく小さいさっき買ったお菓子をどこかに置き忘れたとかだったらいいと思うんですけど、スマホをなくした、財布をなくした、クレジットカードをなくした、パスポートをなくしたってなると、もうすごく焦るかなって思います。なので、今回のエピソードは今日本に住んでいる方、または日本に行く予定がある方向けになるかなと思います。もしもの時のためにちょっと知識をつけておこうっていう感じで聞いてもらえたらなと思います。なくさないのがベストだし、それが一番なんですけど、もし物をなくしてしまったってなったら、ここで聞いた内容を思い出してもらって、ああ、じゃあこうすればいいのか、ああすればいいのか、みたいな感じで、皆さんの焦りを少しでも減らせればなって思います。あとは私が日本でね、物をなくしたこと、もう何回も何回もあるんですけど、その時に実際に物が返ってきたのか、本当に見つかったのかっていうのを最後にちょっと雑談みたいな感じでしていこうかなと思います。
ではですね、まず物をなくしたらですよね。想像すればわかるっていう人もいるかと思うんですけど、大きく分けて2種類やらないといけないことがあるかなと思います。まずは、何をなくすかによるんですけど、例えばスマホとか財布とか、まずなくしたらどこでなくしたかを考えますよね。で、それがレストランとか駅とか、ショッピングモールとか、特定の場所っていうのが分かる場合、多分あそこでなくしたなっていうのが分かる場合ですね。この時は、まずそのなくしたである場所に一回戻るとか、電話をしてみるとか、問い合わせをしてみてほしいです。で、これが一番最初にやるべきことかなって思います。物をなくすと警察署に行けばいい。交番、ポリスオフィスに行けばいいって思う人もいるかと思うんですけど、例えば駅で物をなくした場合は、その駅で忘れ物が管理されます。駅の人がわざわざ警察に持って行ったりはしないんですね。なので、なくしたであろう場所が、物を落としたであろう場所が駅とかその建物の中の場合は、そこに問い合わせをしてみてほしいです。もう一度行くことができるなら、近くにいるって場合はそこに行って、だいたい駅とかショッピングモールとか大きな場所って忘れ物を扱っている場所があります。忘れ物センターとか落とし物センターっていう場所があるので、そこに行って聞いてみてほしいです。で、ただ財布落とした赤色の財布でカードがビザカードとマスターカード2枚入ってて、で、自分の ID が入っててっていう感じで、伝えればすぐ返してくれるかなって思うんですけど、ちょっとややこしくて、これはもちろん場所によって違うんですけど、自分の名前を書いたり、住所を書いたり、電話番号を書いたりと、なんかいろいろステップがあってめんどくさいんですけど、落とし物を落として100%それが自分のものって、私もその相手側も分かっていたとしても、何か手続きをしないといけないので、そこは一個注意だし、少し時間がかかるかもしれないです。で、多分大丈夫なんですけど、その落とし物を返してもらうために自分がその持ち主ですっていうのを証明するために、例えば ID とかパスポートのコピーは一応スーツケースに入れとくとか、何か別の方法でね、見せることができるなら、それを用意しておく必要があるかなと思います。で、これは本当に場所によると思います。いるかもしれないし、いらないかもしれないので、あるに越したことはないかなと思います。で、その駅とかモールとかレストランとか、そういう場所に聞いてみて、なかった場合ですよね。じゃ、次考えられるのは多分、道で落としたかなとか、誰かが拾って持ってったかなっていうことかと思うんですけど、もし道で落として、で、誰か優しい人が、これ誰か落とし物してるわって気づいた時ですね。こういう場合はだいたい交番とか警察署に持っていきます。例えば、駅の中で落とし物を見つけた時は、その駅の落とし物センター、忘れ物センターに持っていきます。または駅員さんに渡すっていうだけの場合もあるんですけど、でも、ただ普通の道を歩いていて、スマホ落ちてる、財布落ちてるっていうのがあった場合、それを拾ってくれた方は、優しい方はほぼ100%警察署に持っていくと思います。なので、まず皆さんがその駅とかレストラン、モールに電話して、何もなかった場合、落とし物が見つからなかった場合、その時は交番に行ってみてください。で、その交番はどこでもいいです。一番近くの交番を Google マップで探して、で、そこに行ってみてほしいです。で、その時にこういうものを落としたんですけどってより具体的に伝える必要があるんですが、それをね、伝えてください。で、この時も忘れ物を落とした書類みたいなのを書かないといけなくて、ちょっと日本語で難しかったりすると思うんですけど、スマホを落としていたらちょっとあれなんですけど、もし可能なら誰かと一緒に行くとか、財布を落としたとか、スマホが使える状態の時は、Google 翻訳とか何でもいいので、翻訳機能があれば難しい日本語でも対応できるかなと思います。
で、例えば東京とか観光地の場合は、そうやって落とし物をしてしまう、物をなくしてしまう外国人観光客の方も多いと思うので、警察の方ももしかしたら英語が話せたり、少しぐらい英語で対応してくれる方もいるかもしれないですけど、あまり警察の方が英語話せるって聞いたことがないので、もしまだ日本語が不安、苦手だなって方は、スマホの中に翻訳機は入れておいた方がいいかなと思います。で、警察に行ってこういうものをなくしましたっていうのを届けたら、だいたいその時、電話番号を書く必要があります。で、もし見つかった場合ですね、物が見つかったらその電話に電話がかかってきます。なのでここで皆さんが使える電話番号があった方がいいなとは思います。で、もし日本で使える電話番号がない場合ですね、その時はちょっとこれはわかんないんですけど、多分ホテルの電話番号を言うとか、エアビーとかに泊まってたらそこのオーナーさんの電話番号が分かれば伝えて、で、そのオーナーさんにすいません、物を落としてしまって警察署に行って電話番号がいると言われたので、エアビーのオーナーさんの電話番号をお伝えしました。もしかしたら警察から電話がかかってくるかもしれないんですけど、よろしくお願いします。すいませんみたいな。そういう感じでメッセージをすると、まあ優しい方だと対応してくれるかもしれないですけど、これは私は何とも言えないです。なので、皆さんもね、日本に来る前にeSIM とか SIM カードを買うと思うんですけど、もし全ての状況に対応できるようにしておきたいってなったら、ネット通信のデータだけではなくて、電話番号付きのものを買うといいかなと思います。で、滞在が短い場合は、まあ、そんなに高くもないと思うので、電話番号付きのものを買って、いつでもどんな状況でも対応できるようにしておくのがいいかなと思います。これがもし皆さんが物をなくした時にやるべきことかなって思います。まず、物をなくした場合、だいたいどの辺だろうなって分かっているのであれば、で、それが駅とかレストラン、カフェ、ショッピングモール、美術館とか何でもいいんですけど、建物、何か施設の場合は、そこにまず一旦電話してみる。そこにもう一度戻って聞いてみる。問い合わせてみるっていうのがまず第一です。で、電話って日本語で多分ほとんどしないといけなくて難しいっていう場合があると思うんですけど、その場合可能ならもう一度行ってみたり、で、あとはもし優しいスタッフがいる場合は、ホテルのフロントで聞いてみて、じゃあもしかしたら電話を代わりにしてくれるっていうこともあるかもしれないです。これはなんか、5スターホテルに泊まっていたら、コンシェルジュの人とかが対応してくれそうな雰囲気はあるけど、カプセルホテルとかに泊まってたらちょっとわからないです。でも聞くだけは誰でもできるので、もし本当に困った状況の場合は聞いてみるといいかなと思います。で、そういう施設の中にない場合は、警察に行って被害届じゃないな、警察に行って紛失届をする必要があります。で、ここで1個物をよくなくす私からお願いしたいことっていうか、これはもう本当に人によるので、あ、そう考える人もいるんだぐらいに思ってほしいんですけど、私は物をなくしたら結構すぐ気づきます。昔はそうではなかったんですけど、最近はね、なんかもう物をなくすっていう自覚があるから、結構ね、物をなくした瞬間にすぐ気づきます。で、例えばどこかに置き忘れたってなったら、すぐ探しに戻ります。なんですけど、日本には優しい人が多すぎて、すぐ忘れ物とか落とし物を見つけたら、それを拾って警察に持ってったり、それを拾ってどこか、駅だと駅員さんに渡したりっていうことがあります。なので、落とした本人がすぐ気づいても、元の場所にはもう物がないっていうことがよくあるんですね。私の経験上はよくありました。で、私はそれをしないでほしいなってちょっと思ってしまいます。その日本にももちろん優しい方ばかりではないので、財布を見つけたらそれを盗んで使ってやろうみたいな人もいるので、それならね、一番初めに見つけてくれた人が安全な場所に届けてくれるっていうのが一番いいんですけど、でも物をすぐ結構気づく派の人、落とし物をしたらすぐ気づく派の人からすると、
触らないでくれって思っちゃいます。例えば道に財布が落ちていたとしても、そのままにしておいてほしいなって思います。あ、落とし物してるわ。あ、じゃあどこかに届けないといけないのかなって思う優しい方もたくさんいると思うんですけど、私個人的には物を見つけてもそのままにしておいてほしいなって思っちゃいます。で、私だったらすぐ気づいて戻って、あ、そこにそのままあった、よかったっていうそっちの安心感の方が大きいので、で、届けてくれるのはもう本当に本当にありがたいんですけど、じゃあ次取りに行く側も駅だとしても警察だったとしても、ちょっと時間がかかったり、手間がかかったり、書類を書かないといけなかったりっていうめんどくさいことが少し増えてしまうので、これは私が日本に住んでいて、あまり物を盗まれないっていう安全な場所だからこそ、こんなことが言えると思うんですけど、落とし物をもし皆さんが日本旅行中、日本住んでいて落とし物を見つけたとしても、もう何もしない、触らないっていうのが一番かなって思います。私個人的にはそうしてくれると嬉しいなって思います。で、もちろん、物が100%戻ってくるとは思ってなくて、もうなくした瞬間に、もう手元に戻ってこない可能性っていうのもたくさんあるので、それはもう承知の上なので、落とし物を見つけてもそのままにしておいてほしいなって思ったことが何度かありました。ではですね、次に私が今まで何を何回ぐらいなくして、で、それが見つかったかどうか、どうやって見つかったかみたいな話をしていこうかなって思うんですけど、私はね、スマホを人生で2回なくしたことがあります。正確にざっくり言うと3回かいかもしれないんですけど、1回はね、スマホを取られました。盗まれたんですけど、自分のせいでなくなったっていうのは2回ですね。あとは、バスに乗ったりした時に使う交通系のカードがあるんですけど、東京とかだとスイカっていうのがあると思うんですけど、関西のエリアだとイコカというものがあります。で、そのイコカのカードをもう3回とか4回はなくしてます。そのぐらいなくしてて、多分他にも細かいものをいろいろなくしたりはしてるんだけど、大きく分けてスマホ2回、イコカのカード3回ぐらいかなと思います。で、スマホを私が初めてなくしたのは東京ディズニーシーでした。なんとあの夢の国に行って、スマホをなくしてすごい現実に引き戻されるっていうことがありました。で、それは私が中学生の時だったんですね。で、人生で初めてスマホをなくして、しかも中学生で全然何もわからないみたいな時で、家族でそのディズニーシーに行って、みんな楽しんでるって時なのに、私はスマホをなくしてしまった、もうやらかしたみたいな、そういう思い出がある、旅行だったんですけど、それはね、ディズニーシーのトイレに行って、で、その時にそのディズニーシーのトイレにスマホを置き忘れて、で、少し経ってから、あれ、スマホないってなってトイレに戻ったんですよね。で、ディズニーシーなんてあんな人が多いところで、もちろんその場にあるわけはなくて、で、うわ、終わったみたいな感じで、みんな楽しく遊びたいだけなのに、夢の国に浸りたいのに、もう何もできないっていう状態になって、で、とりあえず落とし物センターに行って、じゃあスマホはまだ届いてない、見つかってないってことで、スマホ落としてから多分10分、15分ぐらい経ってたと思うんですけど、で、トイレに戻ったけどなかった。そしてまた見つかってもないってなったら、ああ、もうこれ誰かに取られた、最悪ってなったんですね。で、もうどうしようもできないから、しかもそれ午前中だったので、まだまだ1日ずっと遊びたいっていう状態だったので、一旦スマホのことは忘れて、夜帰るまでディズニーシーで遊ぶことになりました。そうですね。私はそのスマホをなくしたってことをずっと忘れられるわけがなく、なんか乗り物に乗ったり、キャラクターを見たり楽しい時はあったんですけど、ずっとね、もう最悪、もうやらかした、最悪最悪ってずっと思ってた気がします。すごく前の話なので、その時の感情を正確に覚えてるわけではないんですが、とにかくやらかしたっていう気持ちがありました。で、帰る前ですね、またその落とし物センターか、インフォメーションセンターのところに行って、スマホをなくしたっていうのを
午前中に伝えたんですけど、見つかってますかねって言うと、なんと見つかってたんですね。もう本当にありがとうございますって感じで、誰が拾ってくれたのか、届けてくれたのかとか、その時分からなかった気がするんですけど、とにかく私の落としたスマホが返ってきて、もう本当に一件落着、無事何事もなく終わりました。なのでまず1回目ですね、ディズニーランドで物を落としてもちゃんと見つかりました。で、人生で初めてスマホをなくしたっていうのが中学生の時だったんですけど、で、そのスマホをなくしてまた1年後ぐらいですね、またスマホをなくします。で、これはですね、夏に海に行ったんですね。海に行った時になくしました。海に行ってもずっと海に浸かってたり泳いでたりするわけではないじゃないですか。ビーチでゆっくりしてたり、なんかみんなでご飯食べたり、そういう瞬間もあるかなと思うんですけど、で、その時にですね、スマホを触って多分ポケットに入れたんですね。その時私が着てた水着が、こうなんかズボンみたいな感じでポケットもついているような服で、で、そのまま海に入れるっていう服だったんですね。なので、そのポケットにスマホをしまいました。で、それが海から帰る少し前で、じゃあ最後にもう一回海の中で遊んで帰ろうみたいな時で、で、そのまま普通に何もなく海で遊んで、この時も多分中学生だったと思うんですけど、今ほどスマホ中毒ではなくて、別に一生触ってるって感じではなかったです。SNS とかもやってなかったと思います。なので本当にそんなぐらいのレベルだったので、スマホをずっと手に持ってないと気が済まないっていうわけではなくて、しかも海で1日遊んだ後だったので、めちゃめちゃ疲れて、帰りはね、すぐ車で寝てしまいました。で、家に着いて、スマホと思って探すんですけど、ないんですね。で、あれ？みたいな。寝てる間に車の隙間に落ちたのかなと思って、車の隙間とかすごく探したり、荷物も全部出して探すんですけど、ないんですね。これはやばい。海に落としてきたのかな、忘れてきたのかなってなって、で、その海の管理室みたいな、なんか問い合わせる場所があったので聞いてみると、いや、海での落とし物も拾ってないですっていうことで、あ、もう終わったみたいな。で、それがスマホをなくしたのが2回目だったので、ああ、またやらかした。もうほんまに自分は何してんねんと、全力で叫びたくなったんですけど、それからちょっと時間が過ぎて、で、多分その時一応誰かが拾ってるかもしれないってことで、私の妹のスマホから私に LINE をしたり、あとは電話をかけたりした気がします。じゃあその妹がした LINE の返信が返ってきたんですね。で、「え？」みたいな、「返信返ってきた」ってなったら、その誰かがね、「このスマホを海で拾いました」って言って、警察に届けようとしてたんですけど、みたいな感じだったので、「あ、もう警察に届けないでください。そのまま取りに行くので返してもらえますか？」っていうことでね、私の家からは少し遠く離れたところに住んでいる方だったんですけど、電車でスマホを取りに行ったっていう思い出があります。で、その方に「海のどこで拾いましたか？」って一応聞いたんですね。私がどの辺でなくしたかっていう記憶がなくて。で、「どこで拾いましたか？」って聞いたら、その人が「海の中で拾いました」って言ったんですよ。で、「え？」みたいな。どういうこと？って思って考えてみて、頑張って記憶をこう思い出してみたら、ああ、多分最後にその記憶があったのが、スマホを触って多分ポケットに入れたなっていうことだったんですね。私の中では。なので、多分そのポケットに入れたまま海に遊びに行って、で、たまたまその海の中に落ちたスマホを拾ってくれたとっても優しい方のおかげで、私の手元に返ってきたっていうことがありました。なんかね、よくスマホを駅のトイレに忘れたとか、レストランの机の上に置いてきたスマホをそこに忘れてきたっていうことはあると思うんですけど、多分海の中にスマホを落として、それを拾ってもらえたって人はね、この地球を探してもなかなかいないかと思います。で、そのうちの一人が私です。海の中にスマホを落として、で、それを拾ってくれて、私に届けてくれたっていう、もう本当に仏様みたいな素晴らしい優しい方のおかげで、私はね、救われたっていうことがありました。
何回スマホなくすねんって話ですよね、本当に。それがね、人生で、日本でスマホをなくした事件簿2つでした。で、あと1回はね、スペインに旅行中にスマホを思いっきり盗まれる、無理やり引っ張って取られるっていう事件があったんですけど、それはね、自分がなくした悪いわけではないので、またそういう海外でのトラブル、海外での事件簿みたいなエピソードも作ろうかなって思うので、その時に詳しく話そうかなって思います。で、あとはですね、その電車のイコカ。これはね、もうめちゃくちゃ落とした気がします。私が覚えているのは3回ぐらいなんですけど、多分もっとやらかしてます。これは駅でピッてかざして電車を降りる、改札から出ることができるんですけど、で、それピッてかざしてから家に帰るまでの10分ぐらいの道のりで落としたりとか、私は結構ポケットに入れる癖があって、で、ポケットから落ちてしまって落としたとか、あとは私がバイトしていた時に、大きいショッピングモールみたいな、その中に入ったレストランでバイトをしていた時がありました。で、その電車を降りてからそのモールに行くまでの間に、そのイコカっていうカードを落として、駅に行っても落とし物にはなかったんだけど、そのショッピングモールに私の落とし物が届けられていたこともあったし、あとはそのスマホとイコカのカードをポケットに入れていて、で、スマホを取り出した瞬間にそのカードを落としてしまって、で、後ろの人がね、「あ、今これ落としましたよ」っていうので声をかけてくれたこととか、もう今までめちゃくちゃあります。で、ここから言えるのは、いい加減ポケットに物しまうのやめろよってね、本当に自分に言い聞かせたくなるんですけど、なんかね、不意にポケットに物をしまってしまうっていう癖があって、そして、それぐらいいいんですけど、物を落としてしまうというのがあるんでね、もう最近はね、もうできるだけポケットには物を入れないっていうことを意識して、物をなくさないように頑張ってます。最近だとそんなに大きな事件になるような、落とし物はしていないんですけど、昔ですね。中学生、高校生ぐらいの時は本当によく物を落としていたなって思います。で、そっから自分はポケットに入れたら物を落とすとか、だんだん傾向が分かってきたので、その対策としてもポケットには物を入れないとか、スマホとかだとなんかストラップありますよね。首からかけるストラップとか。ああいうのを結構使うようになりました。最近は使ってないんですけど、大学生の頃とかはよく使っていました。それで物をなくさないようにとか。実際それの効果があったかはわからないですけど、実際なくしてないので、なんとなくここには物を置かないとか、ここには物をしまわないっていうのを気をつけてやってるかなと思います。で、旅行に来るとね、テンションが上がってつい物をどこかに置き忘れてしまったりとか、なくしてしまったりっていうこともあるかと思うので、その際はね、皆さんも、もう慌てても起きてしまったことは仕方がないので、駅に問い合わせるショッピングモールとか、美術館とか、カフェ、レストランとか、問い合わせて、そこになかったら警察に行ってみてっていう対応をね、やってみてほしいなと思います。で、私のように、海の中に落としたとしても、それを見つけてちゃんと届けてくれるっていう優しい方が日本にはたくさんいるので、そういう方に出会えることを信じて、物をなくしてしまったとしても、諦めずに一応落としたっていうことを知らせることは大事かなって思います。警察に行ったり、駅に行ったりと、一応探すっていうことはしてみてください。物をなくしたから終わりではなくて、見つかる可能性も大いにあり得るので、諦めずにね、探してみてほしいなって思います。今回は日本で物をなくしたら本当に見つかるのかというテーマでやってみました。皆さんが物をなくしてしまった時の対策とか、あとは私が物をなくした事件簿の雑談ということで、ストーリータイムで話してみたんですけど、物をなくさないに越したことはないのでね、皆さんもどこか行ったその帰りには絶対に物があるかなどを確認してその場を去るようにしてみてほしいなと思います。どうしてもテンションが上がったりとか、旅行中だと荷物が多くなっていちいち全部持ってるかなど確認できないというか忘れてしまう瞬間もあるかと思うんですけど、
するに越したことはないと思うので、なんならもう毎回カバンの中時間をかけて全部あるか確認するっていうのもいいと思うので、私みたいにね、物をすぐ落としたりなくさないように気をつけてみてもらえたらなって思います。で、日本だと見つかる可能性はたくさんあるんですけど、やっぱりそのいい人ばかりではないし、もう本当にただただ見つけられないっていうこともあるかと思うので、その時の対策として ID のコピーは取っておくとか、なくして連絡ができるように電話番号付きの SIM カードを手に入れるみたいな感じで、少し対策をして旅行を存分に楽しむのがいいかなと思います。では今回はここまでになります。皆さん最後まで聞いてくださり本当にありがとうございました。ではまた次回のエピソードでお会いしましょう。皆さん今日も良い一日をお過ごしください。それでは。